はい、こんにちは、サウンです。今日はおでんバーで始まります。今週は京都と神戸の旅行に行こうと思います。京都来てずっと行きたかったところは京都御苑なんですけど、ずっと行きたいと思った時雨が降ってて、やっと今日来ることになりました。ここは日本の庭園のてっぺんっていうところなんですよね。入り口から近く感じません？この道の音、石のシャカシャカする音がめっちゃいい感じで、それ歩きながら今京都御苑の中に入っています。心がちょっと落ち着いてる感じですよね。地図を見たら、その歴史が1300年くらいあるらしいところで、やっぱり京都だなって思ってます。一応京都御所に入ってきました。天皇が住んでたところなんで、いろんなところに歴史がまだ残ってるっていうか、そういう感じもありますよ。こんな感じで。これもそれも一応100年以上は建てた感じの建物ばっかりなんで、ほんまに、広いからもあるけど、建物が美しくて、歴史が生きてる感じがあって、ほんまにゆっくり歩いてみることになりました。こんな一個一個が意味がある建物がいっぱいで、全部説明したらつまんなくなるぐらい建物が多かったんです。実は僕全部覚えてないんですけど、この絵とか韓国とは違う感じの日本の歴史が、日本の感じがあるところだったんで、ほんまに良かったんです。僕以外の観光客もいっぱい寄って、その方もすごいなとか言いながら、歩いていますよね。こんな感じのところです。で、こんな感じの1300年の歴史を感じた後、やっぱお腹が減っちゃって、近くにあるマクドに来て、今ハンバーガーを食べています。今日は神戸に移動して、日韓交流会の友達と一緒に神戸の旅行っていうか、神戸を感じてみようかなと思います。一応三宮に来て、今日神戸を感じようと思います。神戸来て初めて食べてるものは、ピザとオムライスとサラダです。スープもあって、こんな感じで結構高価な感じの食堂に、レストランに入ってみました。中身はこんな感じで、インテリアは、競馬とかの趣味があるかなと思うんですけど、こんな感じのところです。で、今、神戸を歩いているんですけど、こんな感じで、ナルトのバスがあって、何のバスかなとか、ちょっと思いながら見ました。やっぱりアニメの国、アニメが有名なところやからこんなバスが多いのかな、みたいな感じで見てみました。それで、ここは神戸の中華街なんですけど、今回は入ってなかったんですが、こんな感じの中国の街みたいなところがあって、そこにも次は行ってみたいなとか思いました。ここはメリケン公園だったっけ、そういう名前の公園に来ました。海が近いから海が見えるし、この海を見たら結構スッキリする感じの公園でした。ほんまに良かったんです。一応スタバも一杯飲んで、ここの辺の歩こうと思います。海めっちゃ綺麗ですよね。こんな感じの公園です。で、そろそろ夕方になるぐらいなんですが、こんな感じでバスキングライブをしてて、ここでもこれがあるからもっと旅行の気分になりました。で、ここに見えるポートタワーと夕焼けがめちゃくちゃ綺麗で、ここで写真もいっぱい撮ったり、動画もいっぱい撮ったんですけど、やっぱりカメラに映らんくて、ちょっと悔しいんですよね、今。皆さんぜひそのポートタワーを、夕焼けのポートタワーをぜひ見てください。それで今日ここら辺で花火大会があるらしくて、待ってて、ちょっとだけ見てみました。こんな感じで、思ったよりは大きくはなかったんですけど、こんな感じで、ただで見れるのが日本っていうか、日本やったらやっぱり夏ぐらいの花火大会っていう感じがめっちゃして、それを初めて感じたのが今めちゃくちゃ嬉しいです。ほんまに日本の花火大会って世界一番かなと思うぐらい綺麗でした。ほんまに綺麗でした。それで今日の今週末の旅行は終わりましたけど、まだまだ行きたいところがいっぱいあるんで、次はどこ行こうか今迷っています。皆さんどこにいたらいいと思いますか？コメントでぜひおすすめしてください。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。